こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、レクサスから発表された、レクサス初のピュア EV である RZ が EV 展示会イベントにてお披露目されていましたので、こちらの概要紹介と、開発者のトークイベントの内容も踏まえた、今わかっている最新情報をまとめました。それでは、ご覧ください。まずは、展示車の概要についてです。RZ に関しては、まだ発売が開始されていないため、グレード構成に関しては不明となっています。パワートレインに関しては、フロントに 150kW のモーター、リアに 80kW のモーターを搭載した 4WD モデルとなっています。このモーター自体は、強打子といって差し支えのない、トヨタ自動車の BG4X に搭載されているモーターユニットと同一ですが、異なる点は、BG4X は、フロント、リア、ともに 80kW の 4WD となっていました。そのため BG4X よりもより強力なパワートレインとなっており、システム最高出力は 230kW となります。EV の表記に用いられるキロワット表記は 1.3 倍することで大まかな馬力となり、馬力換算すると約300馬力の車両となります。また、開発者トークショーで触れられていましたが、最大トルクは 500N 弱と言われており、私の愛車の GR スープラが3リッターターボエンジンで 500N なので、ピュアスポーツカー並みのパフォーマンスであると言えます。また、こちらもトークショーからの情報ですが、車重は 2100kg を切っているとのコメントもありました。これはこのセグメントの EV の SUV ではかなり軽量の部類であり、アルミ材などの採用による徹底的な軽量化の効果であると言えます。BG4X の 4WD モデルの車重が 2285kg であることを考えると、より軽い車両とより強力なパワートレインの組み合わせということで、かなりのパフォーマンスであることが予想できます。また、この強力なモーターの特性を生かしたダイレクト4と呼ばれるシステムの採用が特徴として挙げられます。こちらは前輪と後輪トルク配分を0から100までシームレスに切り替えるシステムであり、これを実施することで発進時の車両のぐらつきの軽減や安定した高難輪挙動などで寄与できるそうです。トヨタ秋葉社長がコンセプトムービーにて驚きの表情を見せられていたのは、このダイレクト4の効果を開発者にて体感された際とのことで、相当自信のあるシステムになっていることが予想されます。バッテリー容量は 71.4kWh となっており、BG4X と変わらず、より強力なモーターを搭載しているため、航続可能距離は約 450km となっています。こちら7掛けすると約 310km となり、この辺りが実用の走行距離かと思いますが、この距離は名古屋駅から横浜駅までギリギリ到達できないくらいの距離感であり、そうそう頻繁に走行することもないかと思いますので、不便に感じる方は少ないかと思います。また、航続可能距離を最大化するレンジモードを採用されているようですので、実用の航続距離はより長くなるかと思います。今回紹介する車両の外反色は、イーサーメタリックと呼ばれる青みがかったシルバーであり、その他にも画像のようなブロンズカラーであるソニックカッパーや、グレー系で人気のソニッククロムが用意されることが分かっており、また、あえて従来のレクサス車のグレーに近いデザインを主張するバイトーンカラーが用意されることも特徴です。インテリアカラーに関しては、今回は覗き込むことしかできませんでしたが、こちらの車両はオラージュと呼ばれるホワイトとグレーのコンビネーション。その他にはヘーゼルとグレーカラーが用意されています。ヘーゼルに関しては、過去動画の NX の内装色がヘーゼルでしたので、そちらが参考となるかと思います。車両本体価格も発売前のため未発表となっていますが、BG4X の 4WD 仕様の参考価格が650万円ということで、予想ですが150万円アップの800万円くらいが妥当なところかと考えています。外観紹介を行っていきます。この RZ は EV であるため、冷却性能がエンジン車ほど必要なく、レクサスの象徴であるスピンドルグリルのような大開口は必要ありません。結果としてグリルは開放幅は最小限となり、ほとんどがボディカラーで塗装されています。そのため、この車両には新たなデザインコンセプトであるスピンドルボディが採用されています。これはスピンドル形状をボディ全体まで拡張させたデザインコンセプトであり、フロントフェイスで形成されたスピンドル形状のラインがボディサイドにまで拡張され、スピンドル形状を起点にボディが形作られているのがよくわかります。また、ライトカブがブラックアウトされていることで、カラーが反転したスピンドルが形成されており、アロー型のデイタイムライトも相まって、レクサス車であることも主張できており、すでにレクサスの EV 版のデザインが確立している印象です。
ライト下部のこの糸巻き形状の名残の部分とブラック部分との境目は開口しておらず、デザイン要素となっています。この辺りにレクサスのこだわりを感じます。ライトユニットのデザインはこのようになっており、おなじみのアロー型のデイタイムライトが上部に配置されたものとなっています。従来のレクサス車と異なる点は2つあり、1つ目はウインカーの発光パターンであり、画像のように3つのウインカーライトで構成されています。流れるタイプかどうかは不明ですが、従来のレクサス車のようなライン形状で発光しないことが特徴です。また、NX で採用されているような三眼のライトユニットではなく、単眼のライトユニットであることも従来と異なります。単眼と三眼のライトユニットの違いは、対向車を暴言するアダプティブヘッドライトの採用の有無となっており、RG でもそのキーは採用されることと思いますが、なぜこのデザインの違いがあるのかがよくわからなかったです。また、ライト下部のこの部分は BG4X 同様開口されており、空力を生きたデザインであることが伺えます。少し気になったのが、レクサスエンブレム上にあるセンサーです。予防安全系のシステムに必要なセンサーであることはわかりますが、少し主張が激しい気がします。これは従来のレクサス車ではグリルデザインにうまく溶け込ませてあったので、グリルがボディカラーとなっている弊害であると考えられます。バイトーンカラーにするとブラックアウトされ気にならなくなるかと思いますので、私ならイーサーメタリックにバイトーンカラーを選択するかなと思います。改めてフロントフェイス周りですが、NX から採用が始まった切り立ったスピンドル形状がカラードされることで、ボンネットなどに入っているラインのシャープさが際立ち、どちらかというと EV が後発となっているレクサスですが、EV らしい先進感とレクサスブランドデザインの両立を果たしたデザインが素直にかっこいいと思いました。サイドに回り込んできました。RG のボディサイズは全長 4805mm、全幅 1895mm、全高 1635mm、ホイールベースが 2850mm となっています。このサイズは BG4X と比較すると全長プラス 115mm、全幅プラス 35mm、全高マイナス 15mm となっており、よりロー&ワイルドな SUV となっており、開発者のコメントによると NX と RX の中間に位置するサイズ感だそうです。全長が長くなっていますが、ホイールベースは BG4X から変わっていませんが、過去動画で紹介したように、もともとこのセグメントの中ではホイールベースがかなり大きく取られており、足を組めるホールでしたので、快適性は問題ないかと思います。サイドのデザインに関しては、フロントフェイスの紹介の際に触れたスピンドルボディのコンセプトにのっとったラインが入っており、サイドから見ると、フロントのスピンドル形状から伸びたラインが連続して繋がっており、サイドのデザインを形成していることがよくわかります。また、ボディ後端のルーフの傾斜がかなりきつく設けられており、この傾斜角はクーペライクな SUV である UX 以上であると思われます。結果として斜め後ろから見た際のスポーティー感はかなりのものであり、C ピラー部分がブラックアウトされていることで目線が下に落ち、ボディの抑揚と相まって SUV らしからぬスポーティー感が演出されています。ボディサイドには EV のため充電ポートが設けられており、BG4X 同等と考えると 150kW までの充電器に対応しており、150kW で充電すると約30分で 80% まで充電することが可能となります。今回の展示車にはおそらくオプションの20インチホイールが装着されており、サイズは 255-45R20 インチとなっていました。その他に18インチホイールも用意されており、こちらが標準装備であると考えられます。ホイールハウス内の防音処理も BG4X で実施されている様子であり、レクサスの武器である静粛性へのこだわりを感じました。また、この車両には周波数感応式のショックアブソーバーが採用されていることが足回り装備での BG4X との大きな違いとなります。こちらは路面入力の振動周波数に応じてサスペンションの減衰量を変えるものであり、一発入力である大きな段差乗り越えやオートスロベンなど異なる路面状況に適切な減衰を車両が選択することで乗り心地と操縦安定性の両立を図るものだそうです。この装備とダイレクト4からこの RG に対するレクサスの走りのこだわりの高さを感じます。リアに回り込んできました。リアデザインで印象的なのが、サイドからリアのダックテール形状の後端にかけての絞り込みとなります。斜めから見るとよくわかりますが、C ピラー付近からのサイドのラインが中央に向けて絞り込まれていることがよくわかります。この空力解析結果からも、サイドを沿った空気の流れがリアのダックテールへと導かれていることがよくわかり、相当空力を意識したデザインであることがわかり、それが結果的に機能美となり、かっこよさにつながっていると思います。
テールライトのデザインは NX のような L 字の組み合わせのものとはまた異なり、コンセプトカーの LFZ のライトデザインを模したものとなっています。レクサスのロゴが埋め込まれた一文字のシャープなデザインであり、薄型も相まって非常に先進的なデザインとなっています。ただ、この辺りのデザインはブランドで共通性を持たせた方が良いかと思います。レクサスの EV がこのデザインなのか、これからのレクサスはこのデザインなのか、また近いうちに発表が予定されている新型 RX のデザインに要注目です。EV であるため、マフラーはなく、リアの下部は非常にシンプルなデザインとなっています。この辺りもピアノブラックのパーツが採用されていることから、都会派 SUV のデザインであることがよくわかります。リアの両端のこの部分は開口されておらず、ダミーとなっていました。ルーフには BG4X と似た形状の2分割されたルーフスポイラーが装着されています。こちらも画像の通り空力的に大きな意味を持ったパーツであり、ボディサイドからの風流れを整理する役割を持っているようなので、こちらのパーツは標準装備ではないかと予想します。続いて内装についてです。この展示車両は乗り込むことができませんでしたので、内装は画像にて紹介させていただきます。内装のコンセプトは NX から始まった手綱コンセプトが採用されており、ドライバーを囲うような形でナビ画面などが配置されており、ドライバーが運転に集中しやすい環境が整えられています。この中でも特徴的なのが、ステアバイワイ方式を採用した非円形のステアリングとなります。このステアリング形状の場合、ハンドルを最大150度、つまり1回転させずにタイヤを最大まで切ることができることが特徴となっており、従来とは異なる運転操作感をもたらしてくれるものと思います。このステアバイワイ方式のレクサス初の特徴として、ステアリングが完全に物理的に切り離されていることであり、結果として普段はハンドルを介して伝わってくる路面の振動がなくなることにあります。おそらく狙いとしては路面からの余計なノイズをなくしたしっとりとしたハンドリングの実現であり、この装備とダイレクト4の組み合わせで RG の走りは完成するものと思われます。また、ステアバイワイヤーのもう一つのメリットとして、自動運転制御より緻密にできることが挙げられ、今回の RG の場合は、渋滞時のレベル2相当の運転支援とリモート駐車機能にとどまりますが、以降のレクサス車の運転支援レベルの向上にも期待できます。ダイヤル式のシフトノビや輻射ヒーターなど EV 独自の装備は BG4X 同様装備されつつ、BG4X との差別化ポイントとしては、NX から採用が始まった電子スイッチによる解錠システムの E ラッチの採用や、特徴的なイルミネーションデザインの採用、ハリアーなどに採用されている超高式パノラマルーフの採用が挙げられます。どれもレクサスが描く EV の世界観を追求するための魅力的な装備かと思いますので、触れられる機会が訪れるのが楽しみです。まとめです。外観デザインとしては、レクサスのコンセプトであるスピンドル形状と EV の機能性が融合したデザインが確立されており、レクサスの緻密な加工技術と相まって、非常にスポーティーかつ機能美あふれるデザインとなっていました。画像では伝わりづらい部分かと思いますので、一度実写をご覧になることをお勧めします。走行性能に関しては、BG4X としっかりと差別化がなされており、スポーツカー並みのパワートレーンとダイレクト4、ステアバイワイヤーとの組み合わせで、これまでにない走行体験ができそうなことが非常に楽しみであり、一度試乗してみたいとすごく感じました。内装に関しても触れることはできませんでしたが、BG4X とは共通の装備を持ちつつ、レクサス独自のデザインコンセプトを追求したものとなっており、こちらの質感に触れる機会も非常に楽しみです。おまけです。今回のイベント会場にて、RG の開発責任者である内藤さんのトークショーを聞くことができましたので、その際に面白かったトピックを紹介します。一つ目は RG の開発秘話であり、RG はレクサス初のピュア EV であり、これまでに前例のない車両であることから、どんどんチャレンジしていいという許可をもらって開発に臨んだそうで、結果として従来のコンセプトデザインであるスピンドルグリルデザインからの脱却や非円形ステアリングの採用、ダイレクト4システムといった新しいチャレンジアイテムの採用が実現したそうです。このことに関して苦労はなかったんですかとの問いに対して、チャレンジばかり楽しかったと返答されていたことから、私も見習いたい働き方だなと思いました。二つ目はデザインの話であり、今回 RG に採用されたスピンドルボディのデザインコンセプトは、以降のレクサス車にも採用されるのかとの問いに対しては、イエスとのことでした。スピンドルボディは EV として求められる特性をデザインに落とし込んだ結果であり、以降のレクサス EV に求められるデザイン要件であるため、以降のレクサスから出る EV には全て採用されていくとのことでした。3つ目は EV 開発についてであり、EV はエンジン車と比較し、
単純な構造であるため、コモディティ化が促進されるのではないかとの問いについて議論されていました。内藤さんの見解として、単純化されることで、より車の素地の良さが明確となっていき、各メーカーのこだわりがはっきりしていくため、コモディティ化することはないとおっしゃっていました。今回の RG でも、レクサスの走りのこだわりのための装備がいくつも見受けられましたので、これからのレクサスの EV モデルの登場が楽しみです。以上、トークショーのまとめとなります。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも、新型車の情報や、愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。